これまで属していないジャンルとか、これまで人が思い寄らなかったような発想で作品を制作するということが、非常に重要な課題となっています。主なスタイルとしては、現代音楽、コンピューター音楽、実験音楽とメディアアートと関連したもの、さらには、コンピューター音楽を、中心したもの、いろいろ、各自、自由に選んでもらってますが、どちらかといえば最新のテクノロジーを用いて自由な発想で作品制作。または、これまでの音楽とか芸術のジャンルにとらわれない、さらに新しいジャンルを学生自身が考えてもらって発表するという機会が多いです。音楽的な基礎能力を持ってもらった上で、いろいろテクノロジーとかを勉強してもらうんですが、MAX を勉強できたり、電子工作、Arduino とか、音楽と映像を結びついた、例えばタッチデザイナーみたいなものと結びつける、授業があったりとか、AI を勉強できる授業とか、私が行っている技術を学んで、さらに作品制作にどうやって結びつけたらいいかみたいな授業もやってます。各自学生が、持ってる個性っていうのを伸ばして、その個性がいかに現実化するかみたいなことっていうのを指導していくんですが、指導っていうのは必ずしも何か先生が言ったことに関して聞いてくださいというよりは、先生がこの人はこういう伸ばし方をした方がいいんじゃないかっていうアドバイスをして、さらに、実際に作品制作を通して発展していくということで、自由っていうことを非常に重要視しています。なんだけど、自由っていうことに関して、各自が何でもいいっていうことよりも、しっかり各自が考えて、実際に責任を持って自分のスタイルを固めて作品制作につなげていくというような意味で、自由っていうのを強調して、行っています。基本的に学生たちのスタイルというのはこちらから指定せずに、学生が自発的に自由に構想を抱いていただいて、学生が持っている才能とか能力、または、自分が気づいてない能力みたいなものを引き出して、いかに伸ばしていくかということを目的として、指導しています。五島県ではコンサートとか展示もそうなんですけど、そのような作品制作と作品発表を、一体にして、活動するという、ことを、重要視してます。まず作品を作るということに関しても、自ら、自由に作品を構想して、作品を、実現化していくと。それに終わらずに、そのコンサートとか展示によって今度は、作品をいかに、見せるために、または聞いてもらうために、どのような、準備とか活動をしなきゃいけないか。これは授業とかにカバーできない内容なので、このような実践的な活動というのを重要視して、年に、数回、そのようなことを、行っています。まず重要視してほしいのは作品が作れるように、なってほしいと思います。作品を説明できるようにしっかり言語化できる能力っていうのを持ってもらいたいと思います。誤解してもらいたくないのは、テクノロジーを使わなければいけないということはどうしてもないです。新しいテクノロジーを使わなければいけないということはないんですが、むしろオープンな気持ちでそういうものに、接してもらって、さらに人間の能力を超えた新しい発想の作品を、作れるようになってもらいたいとは思っています。日本語はやはり作品を作って自分の作品を説明する能力が必要だとかっていうようなレベルでしっかり日本語ができるっていうのをお勧めします。学部と修士に関しては日本語で論文を書かなきゃいけないので、日本語をある程度書けるレベルまで習得して、日本語ができるできないとか日本語のいい成績を取るっていうよりも、各自が自分の伝えたいことを満足するレベルでの日本語という能力を持ってもらいたいと思っています。日本人の方もそうですし、留学生も、非常に国際的な雰囲気で、様々な国から、来てもらっています。日本にいながら国際的な
交流も可能だということもメリットと思ってください。学部生に関しては、実際に何ができるかっていうのを事前にしっかり調べて、受験してもらうっていうのは、重要なことだと思います。そのような情報をもとにして、今度は何を自分が勉強して何を、作りたいかっていうので、4年間のうちに何か一つ達成できればいいので、初めから慌てずにものを作りたいという時は、自分で、考えて、自分で作品を作るためにこういう技術を学ばなきゃいけないとか、っていうのを、学んでもらえばと思います。修士に関しては、少し、専門的になります。ですので、学部とかで、行った自分の、知見をもとに、さらに新しい作品だとか、新しい技術を用いてとか、っていうので、作品を作るとか、研究を行うと。で、博士課程は今度、ご当研では一人前の芸術家、一人前の研究者という考え方、あまり勉強するというよりは、本当に自ら、自分の専門的な研究分野、または、創作技術を用いて作品制作をすると。学校とかそういうことよりも、この非常に高いレベルで、研究とか作品制作ができるというような環境を十分に、活かして、学んでもらえばと思います。やはり少しずつテクノロジーを触ってもらった方がいいと思います。例えば、マックスサマースクールを受講して少しマックスを勉強しておくとか、っていうことを少しずつ行うことによって、入ってからでもすぐに作品も作れるようになりますので、そのようなことを考えて、ポピュラー音楽が好きだとか、場合によってはゲーム音楽をやりたいとか、っていう人もいるかもしれません。なんだけど、せっかく、大学みたいなところで、いろいろ学ぶことができるっていうのと、大学の4年間だけでも、芸術というのに取り組んでみればいいと思います。で、卒業した後にゲーム音楽行くなり、ポップスのミュージシャンになるなり、それは、自由なので、その4年間、大学でしか学べないことを考えて、目指してきてもらえばと思います。映像を見ている方は興味あると思いますが、その、ような情報というのをしっかり習得して、その上で、受験を考えてもらった方がいいと思います。